今回の動画は1979年ポンティアックファイヤーバードトランザム、これの、第2弾目になりますね。前回不動車だったものを動かす、かろうじて動いてるその状態で、エンジンがかかるようになったので、板金屋さんもやりやすいかなと思って板金屋さんにお願いしました。今回お願いしてるのが栃木県の野木っていうところにありますマーベリックさんという、ね、会社組織になってます。マーベリック株式会社さんというところなんですけども、そこに、お世話になりました。ほとんどオールペンっていうよりも板金っていうイメージなんですね、今回の修理に関しては。それを受けていただけまして、でやってもらいました。まず見違えたように、もともと黒でカッサカサだったやつですね、その状態からツルツルのワインレッドに、これはオーナーの好みでワインレッドになりました。もともと車体自体はすごく僕の見立てではいいコンディションかなと思うんですね。下手に改造されてなくて、ノーマルのまんまずっと風化してってしまったみたいな感じのイメージなんですけど、特にひどかったのは左側です。片屋根のカーポートに十何年置いてあったっていうイメージだと思うんですね。右側の方はほとんど鎖がなく、そのまんまささっとで塗れるのかなって、そんなこと言ってたら怒られちゃうんですけど、こちらの左側の方ですね、特にもともとのまずフェンダーなんかはもう下ほとんどないです。あとドアの下もほとんどないで、クォーターの方も、下の方はやっぱり腐ってる。あとトランクの、ヒンジとかそういったところもやっぱりダメで、一通りそういったところは鉄板張って作ってくれてるんですね。この制作中の動画は何回かに分けてこのマーベリックさんの方で YouTube に上げてます。その URL は下の説明欄の方に貼り付けておきますので、ぜひご覧になってください。マーベリックさんの URL も貼り付けてありますので、ちょっとその辺は覗いてみてください。どんなことをやってんのかなっていう。板金塗装って言いますと、だいたい熟年の職人さんみたいなのが板金ハンマーを持ってコンコン叩いて、でいろんな技法を使ってアナログな感じで修理をされてるっていう、そういうイメージしかないと思うんですね。ところが、ちょっとこのマーベリックさんってショップさんのご紹介みたいになっちゃうんですけども、面白い感じでやってます。塗料会社とかパテとかそういったもので、まず新しいものが出ました。で新しいものが出るとすぐに試してみるんです。そしてこれは良かった、これは悪かった、それでいいとこ取りでどんどん使うものを広げていくっていう、そういうような感じのやり方です。ベースはもうできるんだと思うんですね。そこから建築みたいな感じで、今度新しいこういうのが出ました、ちょっと使ってみてください、じゃあ使ってみて、よしこれは良かった、これダメだったっていう、そういったところでカスタムとかそういうのも一通りやってるところなので、社長もスタッフさんも非常に気さくな感じで、ちょっと皆さんお若いので、お若いとちょっとなんかなっていう抵抗のある人もいるかもしれないんですけど、そんなことないです。年じゃないんですね、こういうのって。ある程度のこのセンスとかそういうものもちょっとあるので、あと向上心、向学心じゃないですけども、どれだけ高みを見ているか、それだと思うんですよね。
そしてボディがきれいになった状態で今回は、僕の方は第2ラウンド入ります。エンジンですね、とにかく部品を外していきます。このオールズモビルの 403、6.6 リッターなんかね、オールズ 403、6.6 リッターなんていうとこのトランザムのためにあるようなエンジンで、僕はオールズ403っていうエンジンは大好きなエンジンなんですよ。これ忖度なしですごくいいエンジンで、トルクの塊で音もいいし、あと乗った感じのフィーリングもアメ車らしいドガーンとくる感じですごい好きなんですね。ただいろんなところがちょっとダメなポイントもあるんですけど、例えばこうどんどん作っていって、まずはインテークマニフォールド、このインテークマニフォールドの交換に入るために一通り分解していきます。ただエンジンを分解するっていうところは、今回エンジンを下ろしたりとかするわけではないんですけど、どういうふうな、ビジョンにするか、どういうふうな仕様にするかっていうそのビジョンが出来上がってないとすごくブレたつかみどころのないエンジンの仕様になってしまいます。そしてオーナーは、どんな感じにしたいですかってこう最近流行ってるちょっとブラックのマットな感じがいいですかとか聞いたところ、やっぱり50代の方なんで開けたらメッキギラギラみたいなピカピカキラキラみたいなエンジンがいいっていうことで、そんな風にやっていこうかなと思ってます。ただしこのオールズ403部品があんまりないんですね。ドレスアップパーツとか何かこう対策されてるすごく使いやすいいいパーツとかそういうのがなくて、ほとんどこの純正パーツをとにかく掃除する、そして塗装する、そしてまた元に取り付けると、そういうような作業の連続になるので非常に汚れ仕事になりますね。まずインテークマニフォールドから行くためにはいろんなものを取らなきゃいけません。でインテークマニフォールドの交換をします。で今回インテークのガスケットは、SCE のちょっとこれいいラミネート系のインテークガスケットにしました。これはがっつりくっつくのですごくいいんですけど、これインテーク交換意外とすんなりいかないので、そこもちょっと面白いところだと思いますね。そして、バルブカバーですね。バルブカバーはエーデルブロックのクロンバルブカバー。これで、これ閉めたら今日終わり。パパとママが結婚して最初に買った車と全く同じ、だよね。で同じ色で
そう色が一緒って思って自分の車いじってるみたいで楽しい。よかったね。あとは、エアコンディショニングです。エアコンディショニングに関しましては、オールズ403用のエアコンのキットなんてヴィンテージヤードから出てないわけです。ただし、純正のユニットを使ってコンプレッサーとかそこら辺周りを、対策品にしましょうっていうキットが出てるんですね。これがクラシックオートエアっていうところで出てまして、そのキットを今回使います。ただブラケットはこれどこにどうやってつくんだろうってすごく悩みました。で普通につければバルブカバーに当たるし、でワッシャーで調整したら今度はベルトのですね、グルーブって言いまして、ベルトがちゃんと溝に合ってるかどうか、プーリーときちっとまっすぐになるかどうかとか、そういう微調整も必要で、なんだかんだすごく手間かかりますね。コースも出来上がっちゃってるもんですから言うことも聞かないですし、それがついてしまえばピタッといくんだねみたいな感じがつきました。あとはやっぱり見せ場なのは、オルタネーターですね。これもクロームのオルタネーターで、110アンペアぐらいのやつ使いました。そんなに電気を使うような電動ファンとかそういったものもついてないので、100アンペアぐらいのオルタネーターついてれば十分賄えると思います。定番って言えば定番なんですけど、これをシェビーの感覚で取り付けますとオイルじゃじゃ漏れします。これは事前にバルブカバー側の方に RTV 液体ガスケットですね、これでフェルプロのこのコルクのガスケットを貼り付けておきまして、一晩目押しをします。そしてうっすらとバルブカバーガスケットの方に液体ガスケットを塗って、でペタッと一発勝負でつけないとダメです。純正なんかはすごいんですね。オリジナルの状態はそこにガスケット入ってないです。液体ガスケットだけ歯磨き粉のように鬼盛りしてペタッていって終わりっていう、その潔さ、そういうやり方をしてるわけですね。僕もオールズ403はかなりの数やりました。もうだいぶ昔ですけど、
5、60代じゃ効かないんじゃないかなっていうような、そのぐらい当時はトランザムがあったんですね。走ってたんです。ただ今もう本当希少車で、これどのぐらいですかね、オールズ403は、15年ぶりぐらいかなと思うので、すごくワクワクしながらやらせていただいてます。いやもう本当に、こんな楽しい仕事ないなっていうぐらい楽しんでやってます。あとはプラグコードと、デスビですね。それも交換しまして、でプラグの方ももう古いのでパスパス言ってたので、NGK のプラグに交換しました。そして出来上がったのがざっとこんな感じで、シェイカーフードも、ロチェスターキャブレターの上にしっかりと乗ってかっこよくなりましたね。トランザムらしいエンジンになって、あとは、セッティングの問題ですね。セッティングの方はまだいいとこ走ってないので、7割ぐらいかなと、その3割出していくのが意外と大変なんですけど、ベストな状態でオーナーにお渡ししたいと、これみたいな感じで乗っていただきたいと思ってるので、そこは妥協しないでかなりシビアに攻めていこうかと思ってます。少し今回ちょっとベスビも改造しました。ドッカーンとあれですね、背中蹴っ飛ばされたみたいな加速するような感じでやりたいなと思ってますので、あとはエアコンがちゃんと使えるのかどうかっていうのをこれからちょっとテストをして、そんな風にやっていこうかと思ってます。第2ラウンドはこんな感じでエンジンの方もビカビカになって、次は下回りかなと思ってますので、次の作業工程をまたよろしくお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございました。